皆さんこんにちは、ソーピストのひさこです。教えてひさこ先生のコーナーを久しぶりにやっていきます。でこのコーナーどこ行っちゃったのって感じだったんですけど、やっていきます。教えてひさこ先生のコーナーはですね、皆さんの、疑問に答えたりとか、私が疑問に思ったことをですね、やっていくコーナーです。あとは私から何かね、皆さんに手作り石鹸に関しての知識を教えていくというコーナーになっております。で、今日はですね、市販の洗顔石鹸でおすすめのものをお伝えしていきたいと思います。早速ですね、こんな感じで、ちょっと今日用意してみたんですけども、基本的にこれ、全部近くで買ってきたので、皆さんね、よく見かけるようなものなんじゃないかなと思っています。でね、一個ずつ紹介していきたいと思います。で、基本は、私の場合は、自分で作った、コールドプロセスの石鹸、それからアミノ酸石鹸で、洗顔とかをすること多いんですけども、例えば、旅行先で忘れてしまったりとか、あとはですね、もともと手作り石鹸を作る前、実際ね、こういったものを使っていましたので、もしね、まだ自分で作ってみるのにはあれだけど、市販の中でいいものがあったら知りたいなっていう方は、ぜひ参考にしてみてください。まず一つ目、こちら、資生堂の洗顔洗化ですね。これパーフェクトホイップ。結構ね、昔からある商品なので、見たことある方、使ったことがある方もいるんじゃないかなと思うんですけど、これは、匂いもすごい爽やかで、泡ですね。泡が結構濃厚な泡が作れる。で、成分的にもですね、いわゆる石鹸系の成分。で、水、ステアリン酸、ミリスティン酸、水酸カリウムということでですね、石鹸系の成分でできていますので、割とお肌に安心して使えて、泡立ちとか、洗った後も割とマイルドな感じがするので、おすすめのものになっています。やっぱり泡がすごく特徴的なので、なんかホイップクリームみたいな、すごいまろやかな泡が、作れる洗顔フォームですね。じゃん！素肌リニューアル。このね、なんかリンゴのマークで AHA っていうのをね、見たことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、これ、すごくおすすめです。これも、水、ミリスティン酸、ステアリン酸、水酸化カリウムということで、石鹸系の、ベースは成分になっているんですけども、これの特徴は結構ね、汚れ、角質とかを取ってくれる洗顔フォームになっています。で、少しね、スクラブみたいな感じ。ザラザラした感じもあって、角質を落としてくれるような効果があります。で、この AHA っていうのはですね、フルーツ酸のことなんですけども、アルファヒドロキシ酸というもので、これが入っていると、そういう角質とかをね、取ってくれたりとか、素肌が明るくなる、そういう成分になっています。これはちょっと、なんか、疲れてしまっているなっていう時とか、顔のくすみが気になる時とかですね。あとは、このフェイスラインとかだけ使用したりとか、たまにこれを私、使う時があります。で、これはピーリング剤とかもあるので、なんかちょっと合わせて使ったりとか、ただ、ポイントはね、ちょっとそういう刺激、スクラブ、感とかがあるので、お肌が本当に弱い方とか、お肌が弱っている時にはあんまりおすすめはできないんですけど、ちょっとね、健康的な肌の方、これからとは夏場とかですね、汗をたくさんかいたりとか、少し肌がごわつきやすく、汚れがね、溜まってしまっている時なんかにおすすめです。あとは男性なんかにもいいんじゃないかなと思います。あとは、これのね、匂いが、また、ちょっとなんかね、リンゴみたいな感じの匂いですごくいい匂いなので、これもおすすめです。はい、それから3つ目は、このロゼットシリーズ。ですね。これも本当に昔からあって、で、今見てみたらすごい種類がたくさんあって、こっちはベタつきとかをなくしてくれるもの。こっちは毛穴対策ということで、テカリとか皮脂とかベタつきに効果のあるものだよということで、種類は一緒です。でもこれも基本的には、石鹸系の水、ミリスチン酸カリウムということで、できているので、お肌に優しい、よく雑誌とかにもね、出ているかと思うんですけど、これもおすすめです。私はなんかちょっと使ってみた感じ、この辺、これが、
良かったかなと思います。ちょっとこうスッキリ落としてくれて、なんか滑らかにキュッと引き締まるような感じですね。お肌の弱い方にもおすすめできますので、ぜひ使ってみてください。それから最後にですね、こちら、じゃじゃーん。これは本当におすすめです。ドクターブルナのマジックソープですね。この液体タイプと、こういう普通の、これは固形石鹸なんですけど、固形石鹸のタイプがあります。で、これは、私が手作り石鹸を作る前ですね、この石鹸を実は使っていて、で、すごく良くって、こういうのを作ってみたいなと思って、実は手作り石鹸をですね、作りました。で、もともとはこの液体タイプの方ですね、よく使っていたので、なので私も一番最初に作った手作り石鹸、実は液体石鹸だったんですね。で、これはもう本当に、手作りのものに近いです。本当に水と、オイルと水酸化カリウムですね。植物オイルと、そういったものしかほとんど入っています。あとは安定剤とか入ってるんですけど、なので本当に手作りの石鹸にも近いですし、使い心地もすっきり、汚れ落としもいい感じにできています。おすすめとしてはですね、もし今あまり固形の石鹸使わないなという方はですね、ぜひこの液体タイプの方を結構これ使いやすいですし、おすすめしています。で、顔も洗えますし、体も洗えますので、全身ですね、これ1本で、OK です。で、いろいろな、これはね、角質除去って書いてあるんですけども、いろいろな種類ですね、無香料で、本当にマイルドなタイプのものとか、香りもいろいろ出ていますので、おすすめはね、無香料とか、ミントの香りとか、おすすめですかね。あとシトラスもいいし、結構、どれもね、いいんですけど、あとは、ポイントとしては、オーガニック原料ですね。原材料にこだわりを持って作られているものなので、ちょっとそういったところ、原材料とかもね、こだわってオーガニックのものを使いたいよっていう方にもおすすめできますので、こちらは、とてもおすすめの商品です。これなんかね、チェリーブロッサムの香りなんだけど、ちょっとね、独特かな。なんだろう。なんか、駄菓子の梅みたいな匂いします。そう、なので、これは本当に、おすすめです。私も。今はね、手作り石鹸自分で作れるんですけど、もし自分が作れなくて、何か買わなくちゃいけないって思ったら、今日ね、ご紹介したものなんかをきっと買うと思います。ぜひね、皆さんもお試ししてみてください。はい。というわけで今日は、市販のおすすめの洗顔料をお伝えしました。こう、洗ってみて、あ、こういうのすごいいいな、お肌に合うなって思った方は、きっと手作りの石鹸もですね、気に入っていただけるはずです。手作り石鹸のいいところは、安く、原材料がね、油から作っていくので、安く出来上がるっていうのもあります。ぜひね、こういったもの、気に入って引き続き作っていきたいな、使ってみたいな、自分でも作ってみたいなという方は、コールドプロセスの石鹸作りをおすすめしています。おすすめなのは、やはりコールドプロセスの石鹸かなと思いますので、ぜひね、私の動画でも、コールドプロセス製法でお肌にいい石鹸のね、作り方を、お伝えしていく動画もね、作っていきたいなと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん別の動画で会いましょう。バイバーイ。そう、これね、実はこれ白衣、これパジャマじゃないのって言われたんですけど、これパジャマじゃない。